ノーマルのシルビア。こういう感じ。バリエッタわかるかな。こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。花です。カメラマンの葵です。はい、最近シルビアが大人気でございますが、そうですね。いろんな車が入庫してきまして、でついにですね、うちではあまり見てこなかった S15 シルビアが今日入庫しております。そんなのあるんですか？結構極上車から、もうミサイルのシルビア見てきましたけど、まだあるんですか？屋根が開くんすよ。今回のシルビアは屋根が開きます。加工で？いよいよ純正です。知らない。そんなのあるんですか？はい、今日はそちらのお車を紹介していきます。まず S15 って何グレードあるか知ってる？ S15 はでもなんかでも98とか違うか。 R とかあ、そうだね。そうは知ってるけど、なんか僕もあんまシルビア詳しくないですけど、スペック R がターボ6速、スペック S が NA5 速の2つありますよね。であともう1個バリエッタっつうのがあって。バリエッタ？そう、バリエッタ。エアロメーカーさんの名前？っぽいねなんかね、そういうグレードなんですよ。グレードの名前なんだ。R とか S だったり。シルビアって代々で屋根開く車あるんですよね。なぜだかわからないですけれど、13もコンバーチブルあったし、炎もね、14は確かないのかな。14はないけど15で復活したっていうお車がこちらなんですよ。やっぱもともとデートカーって言われてたからじゃない？かもしれない。これは本当にそうかもしれない。そういうだから開こうみたいな。そう。確かに女子は興奮するもんね。で今日はね、せっかく今日2台並べたので、こちらが屋根の開くバリエッタ、バリエッタのこちらが普通の15シルビアです。どこがね違うのかなんかも見ていきながら紹介していきたいんですけど、こちらが今回入庫したですね S15 シルビアのバリエッタ。これはもう純正じゃない？ここは違います。さすがに変わってるんだね。結構しゃくれてるもんね。そうだね。出てる感じ。僕的な意見を言うと、割とバリエッタはあんまりすごく改造してる人は少ない気がします。そうなんだ。でも確かになんかルーフが開くとやっぱ合成が少し落ちるイメージがあるから、よく知ってるね。あんまりドリフトとかの人は選ばなそうな気がする。ところがね、世の中には一握りのへそ曲がりな人たちがいてうちのミークみたいな。バリエッタなのにそこまでやっちゃうのっていう車が今日の車なんですよ。でも確かに外装からしてミサイル臭がちょっと漂うというか。そうだね。バリエッタって実はターボないんですよ。ターボないんですか？NA しかないんです、バリエッタって基本的に。でも本当に走りというか、そうだね、デートカーなのかな。で存在する車の多分7割ぐらいがオートマ。NA のオートマなんです。だいぶじゃあマニュアルは少ないですね。そう、マニュアルは少ないんですけど、そういうね、もともとそういうグレードだっていう理由もあって、ドリフトしたりっていう人よりかはノーマルで優雅に乗る人の方が多い気がします。で今回のですね、こちらの S15 シルビアは、これすげえっす。なんでですか？まず外装がさ全然ちゃうじゃん身にまとってるものが多いよね。ボンネットから多種多様の突っ込みどころがありますね。そうだね、ボンネットもだから久々にこういうの入ってきたなって感じ。トラスト企画っぽいけどね。ぽいですね。だってほら、マツダのホイール入ってる。思いました。これこの辺り FD のマツダのホイールですよ。でミラーついてない。思いました。いらないの？ミラーついてないです。フェンダーミラーとかでもないもんね。でここ見てください。こっからが違うところです。あっちとあっちこっち。このちょっと線が入ってますね。そうですね。ここからね、バカーっと開くんですよ。しかもこのバリエッタは電動ルーフです。電動
電動自動でルーフかくのだからあれですよ、ソアラのエアロトップみたいなもんですよ。じゃあここがバーって開いて、そうその通り。入るんだ。ここにウィーンって入ってくるのね。Convertible Sylvia ああいう感じなんですよ。おしゃれですよねお。しゃれやっぱり。やっぱさすがデートカー。うん。ね、デートカーは屋根開かないとダメだ。開かないとダ屋メ。根開いて注目を引くそうそうそう。からね。ただこの車ね、屋根開ける気がない。開ける気がない。ない。開ける気がないんですよ。なんですかその理由は後で判明しますからね。はいはい。まあ安そうなフルエアロがね一式入っていて、でまあせバリエッタは、うんグレードの中では高い方なんですか、どうなんだろう。走り屋には人気ないですよね。でこのトランクの形がもう全然違うよね。違いますね。スリムな感じじゃない。そうあっち見てくださいよ。ほら、ねスタイリッシュ全然違うというかわかりますね。シャシャって感じだけど。こっちはもうごっつい。ね。うん。やっぱソアラのエアロトップもそうだったけど若干後ろ長くなるんですよね。あっちはほらこそっかう緩やかにルそうですよねーフがねここ来るけれど、こっちはね。こっちはストーンと。半分ぐらいに。うん。そうだね。でここもちょっと厚みがあるじゃない。そうですね。うんここね。テールラインプとかは同じなのかな。これ純正なのかな。まあお互い社外品だけどテールの形って同じな感じ同じっぽいね。おー、でもなんかバンパーとかは違うのか。同じか。どこまで流用してるんだろトランクから上が違うのかな。う。うん。あとこのフェンダーか。うん。フェンダーも全然違うよね。このライン違うじゃない。フェンダーのラインが。ここの。こっちの方がエッジ立ってるよね。そうですね。こっちの方が丸みがある。まあっていうんでこれさ電動トップだし重いじゃないですか。重い。この開閉の機構もそうだし、うん。であとはこの格好も、まあ、好き嫌いありますよね。おしゃれだとはいえおー。ねだからちょっと前まではバリエッタって安かったんですよ。安かった安んだ。かったのあーベースが。ね、シルビアってそのドリフトのイメージだから、うん、確かに。ね、シルビアを買ってまでこういう車を選ぼうとは思わないかもしれない。確かに。でなぜ昨今バリエッタでこういうことをやってるかっていうと他のシルビアが高いからそういうことか。ベースをバリエッタにするっていう人もいるよね。確かにそう言われれば。そうでもちゃんとバリエッタはこう下回りをね見ていただくと分かるんですけど、下回り補強入ってるんですよ。へえ。ノーマルのシルビアはこういう感じ。バリエッタ分かるかな。これね。お客さんが車外で補強してる感じです。いやいや純正で。純正でなんかここにねなんだバーが1本こうあるんだよね。分かるかなここ。普通の1号にはないんですよこのパーツ。わかるかな。なので一応合成もね考えられているというお車なんですよ。でも今はどうなんですか、値段的には。今はもう結構高いです。あー、高い。そうなんだ。市場の相場的には、1号シルビアの普通にスペック R だともう200万円確実に超えちゃうんだけど、バリエッタの場合はだいたい150万から180万ぐらい。おお。こっちはもう200万オーバーですずっと。やっぱちょっと下は下なんだ。そうだね。こっちの方が。で流通してる玉もほとんどオートマです。オートマ。ほぼオートマ。確かに。なのでベースとして選ぶ人は少ないだけれど、今回のねこのバリエッタくん結構な金額で買い取りしてるんですよ。いや分かってきたような気がする。はい。結構なそれ普通のシルビアじゃんぐらいの値段なんです。そんなに？はい。じゃあ結構あれですか、要所要所が変わってる感じ。
まあ、はっきり言って、うん普通のバリエットの中身でこの外装だったらあんま評価ポイントがならないんだ。ないっちゃないっていうのがうん。正直なところ。もうよーく見るとね、外観でもうあれって分かっちゃう人がいるかもしれない。インタークーラーがついてる？その通り。うん。じゃじゃーん。なんとこちらのバリエッタ君、はい。スペック R のターボエンジン乗せ替え。乗せお金かかってる。替えてるね。乗せ替えたんだ。しかもはい。ミッションまでスペック R の6速ミッションも。マニュアル乗せ替えです。すごいね。しかもスペック R のやつだから、うん。だからさらにプラスなのかな。そうです。14ミッションじゃないですよ。スペック R15 の6速です。いやーでも外装がこんなにちょっとボロくてもこのミッションエンジンだけでプラスになるんだなっですね。ちゃうでしょう。この世の中だも。うんわしかも結構なんかやってありそうな。なんかそうですね。はー結構変わってる感じなのか変わな。ってる感じ。うん。しかもなんかエンジンも気になるしね。ね、なんかギャルいようん。ね。すごいこれ見てください。ラメがラメがね、ラメラメだしね、桜が咲いてるもん。い。ね。まあ定番走り屋仕様っていう感じかな。これがねだから高かった理由です。側だけは安く済まして中でお金をかけたって感じなんですね。しかもねこの車ちょっと他にも不可解な点が不可解。不可何解なんですか点かありまして、はい。なんかここのヘッドカバーもね、はい。うんこうラメが入ってたり、うんしますね。桜の花びらがこう乗ってるんだけれど、もしかしてこれ女性オーナーじゃねっていう。へえ。こんだけやってあったらさ、やっぱ男の人をさイメージするじゃん。ゴリゴリな男の人かと思ったんだけどさ。エンジンもミッションもやるって。失礼しますね。うん。オープン。うわ、待って。気になるポイントが多すぎるんだけどさ、見て。おお。柄。柄。これ初めて見た。ここれ何？ゼブラではない。トラ？トラ？これギャルだよ。ね。またメーターにも桜が咲いてる。咲いてるよ。桜散っててさ、見てこんな細かい。スワロフスキーみたいな。スワロフスキー。言えない。すごい。これはギャルじゃない？やばい。見てもう燃料のところにいちいちストーンがあるよ。細かいね。このハンドルの色を見たことないんだけど、これなんて言うんだろう。熱そうだよね。チタン風な感じ。感じ。見て葵ちゃん。何？これ後ろにもさ、ファン？ファーあるよ。ファーあるし、うんこのウーハーっていうかスピーカーのやつがまたキラキラしてるし、ここら辺もさ、デアデーのやつだ。デアデーのこういうのあるんだ。ね。うわー、でも紫でしょ。これさ、女性かな。うん女性っぽいよね。ぽいかもしれない。すごい。今までトラスト企画でシルビア乗ってる女性オーナーさんいました？見たことはないですね。ね。はい。でもなんかこんなになんか女の子満載って感じは初めてだよね。逆にうんこれでゴリゴリの男性オーナーだったらちょっと引く。ギャップがすごいもんねす。ごいな。でもやってある内容からすると、とてもなんかね、うん女性が好きっていうわけでもない気がします。うわー、ちょっ確かに。とこれ謎に包まれてますね。内装は女の子だけど、うんやってあるこのエンジンとかミッションは男の子がやる感じ。気にでなるな。先ほどですね、私はい。ルーフ開閉できませんってお話ししましたよね。はいはい、そうですね。これ理由をお話しします。はい。聞きたいです。理由はですね、はい。なんとこのトランク内パーツ満載でございます。ねえ。見て。物理的な問題。
機能的にじゃないトランク機能的かと思ったんだけど。ルーフしまえません。いやでもこれが普通にルーフなんですか？まあここに入るんだよね。あ、そっかそっか。あ、じゃあもうあ、トランクっていうトランクはね。広いんだ。まあルーフ入ってなければね、うん。ちゃんとあるけど、ルーフ入るとここはもう塞がっちゃうから、こうわー。の下のとこだけ使えるって感じかな。これはそうですね。その多分数じゃない。まあ僕の予想でいくと、この方多分以前 RX7 乗ってたんじゃないかなと。あー、だからちょくちょくあるのか。メーター2個もあるからね。そうですね。はい。あとはテール、か前期のテールとかね。あ、じゃあそうかも。はい。あと1号の純正ハンドルとか、ヘッドライト1号のヘッドライトですね。ヘッドライトとか、あとめっちゃやば。正体不明のタービン。これ多分 1J とか 2J のタービンじゃないかな。あとね、デフとかもデフ入ってます。本当だ。全部かっさらってきたって感じですね。あ、本当だ。で奥が深いんですね。そう、奥結構ありますね。そうなんだ。でもね、結構こうやって見ると、もう下の方サビサビなんですよ。結構出てますほら見よね。て、下の方サビサビ。あこれは水が溜まりやすいのか。うわこれ多分そうかもしれない。うんもしかしたら。ー、ちょっと若干穴開いてるもんね。でもさ、ボディがこんなに錆びててもシルビアのね、ターボのエンジンとマニュアル乗るだけでそんだけ違うんですか？そうなんですよ。なんか RB26 みたいに乗ってきてる気がする。確かに。 SR エンジン世界中で探してますからね。本当に。やば特にアメリカ。ー。さすがだ。価値も上がってきますもんね。まあ1号だから車体としての価値ももちろんあるけれど、まあここまで程度悪いやつだったら、まあ多分どっかの業者さんがうんこのまま買ってエンジンとミッション抜いてでアメリカに送っちゃうんじゃない？うちらがやらなくても。やるまでもないですね、うちら。いや、まさかシルビアンもエンジンとミッションがそんな値段になってるとは思わなかったです。でこれはですね、一般的な買取店、公認取ってあれば話は別です。あー、公認確認するんだ。もちろん車検証に貝がついてないと公道に復帰できないでしょ。確かに。そうですね。でちゃんとしたお店ではそういうことはやりませんから、公認改造、公認認定されてない車を車検通したりは基本的にはしません。ということは買い取りもできないじゃない、確かに。基本的には手間というか、やりようが少ないような気がしますね。自分とこで車売ることでしか利益出せない会社は買い取りませんから、基本的にこういう車そうですね。ね。でトラスト規格の場合は、例えば、エンジンブローしてきたシルビアのスペック R が入庫してきたとかになったらこれのエンジン使うとかね。やりくりうまいですから、トラスト規格。もののこうね、やりくりというか、こう順繰りというかね、いろいろできるんで、それなりのお値段で買い取りしていると、そういう感じなんですよ、今日のシルビア君。さすがパーツのトラスト規格ですね。車としてよりかパーツとして値段つけてるって感じですもんね。でもね、全国にはまだまだこういう車いっぱいあると思います。そっか。だってシルビアはね、それこそちょっと前まで、もう手軽に楽しめる若者のねスポーツカーだったわけですから。そうですね。今でこそ GTR みたいな値段になってそういう扱いになってますけど、乗ってたっていう方多いですよね。もちろん乗ってたし遊んだし潰したしみたいな人もいっぱいまだ全国にいると思うんで、もしそういう車の、まあ、処分じゃないですけど、行く先にもう困っちゃったと、ね、まあ、ミッションとエンジン乗せたはいいものの、まあ、公道に公認取るの面倒くさくてそのまま放置になっちゃいましたとか、あとはエンジン壊れたままもう15年も乗ってないですとかね、そういう車があった場合はトラスト規格までお知らせいただければ、そうですね、もう全国どこにでも取りに行きます。パーツを加味してほしいならトラスト規格だと思います。そういうことです。はい、じゃあまたシルビアが入庫してきましたら撮影しますので、その時またお会いしましょう。じゃあまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。